皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？日本語ポッドキャストのほのぼのです。今日はクルーズ旅行の思い出についてお話ししたいと思います。皆さんはクルーズ旅行に行ったことがありますか？それとも興味がありますか？私はお正月に人生初めてのクルーズ旅行に行ってきました。4泊5日の旅行でしたが、初めてのクルーズということで、とても楽しみにしていました。この旅行では船内で様々なアクティビティを体験しました。また寄港地では新しい場所や文化に触れることができました。皆さんもこのエピソードを聞きながら自分ならどう楽しむかなと想像してみてくださいね。私が乗った船は MSC ベリッシマというイタリアのクルーズ船です。この船はとても大きく、乗客が約5000人も乗れます。乗組員は1500人以上もいて、船内はいつも賑やかです。スタッフの方もとても親切でした。船内にはレストラン、プール、ジム、カジノ、ショッピングエリアなどいろいろな施設が整っていて、何をしようか迷ってしまうほどでした。今回のクルーズは沖縄を出発して石垣島、台湾の基隆、そして宮古島に行くコースでした。沖縄から出発する前に那覇で一泊しました。夜に居酒屋で沖縄の民謡ライブを見ました。沖縄の民謡はとても感動的で、涙が自然に出てきました。その後、船での旅行が始まりました。船内ではディナーを楽しむことができました。ディナーでは初めて会った他の家族と一緒に食事をしました。初めて会った人との食事は緊張しましたが、いろいろな話をしてとても楽しかったです。船のディナーにはドレスコードがあります。ホワイトナイトではみんなで白い服を着て食事を楽しみました。クルーズでは毎晩ドレスアップをして特別な雰囲気の中で食事をします。正直最初は面倒かなと思ったのですが、ドレスアップをしての食事はすごく楽しいことだと気づきました。またイタリアンナイトではテーブルの上に緑、赤、白のイタリアの国旗の色のナプキンが置かれ、食事中にナプキンをみんなで振り回すという楽しいイベントがありました。またクルーが歌を歌ってくれたりして会場全体が盛り上がっていました。ショーはロックやアクロバティックなパフォーマンス、ジャグリングなどいろいろなショーがありました。クルーズの夜は毎日がパーティーで夜遅くまで楽しむことができました。船のプールにも入りました。はじめは寒いかなと思ったのですが、水の中は意外と暖かかったです。でもプールから出て風に当たるととても寒く、震えながら船の中に戻りました。寒さはありましたが、それも旅の思い出として楽しめました。夜にはダンスパーティーもありました。普段の生活を忘れて何も考えずに踊るのが本当に楽しかったです。夜遅くまで踊って笑い、楽しい時間を過ごすことができました。また船には運動する場所もあります。バスケットコートやランニングマシンなどが置いてあるジムもあります。私はジムでのプログラムに参加しました。ストレッチのクラスを予約して体を動かしました。クルーズの途中、石垣島と宮古島に寄港する予定でしたが、
残念ながら行けませんでした。天気が悪く波が高くて寄港できませんでした。でも船内でショーやダンスを楽しんだので時間はあっという間に過ぎました。台湾の基隆には無事に到着し、初めての台湾観光を楽しむことができました。台湾では10分や黄金の滝9分などに行きました。10分ではランタンに願い事を書いて空に飛ばしました。黄金の滝はとても綺麗でした。9分はジブリ映画千と千尋の神隠しのモデルになった場所としても有名です。階段を登りながらその美しい景色を見ました。また台湾では餃子を食べたりタピオカミルクティーを飲みました。どれもとても美味しかったです。台湾ではタクシーをチャーターして観光地をゆっくり回ることができました。運転手さんは日本語が話せてとても優しく親切でした。台湾の人々の温かさに触れ、また行きたいという気持ちが強くなりました。私にとって船内のもう一つの特別な体験はデジタルデトックスでした。船に Wi-Fi はあるものの料金が高くて使わなかったのでスマートフォンを触らずに過ごしました。それが意外にも心地よくて今この瞬間に集中することができました。人と会話したり体を動かしたりすることに意識を向けることでより充実した時間を過ごすことができました。この時間がとても良かったです。船の中にはいろいろな国のお客さんやクルーの方が乗っていました。英語やイタリア語などいろいろな国の言葉をたくさん聞きました。今回のクルーズ旅行を通してもっといろいろな国の言葉を勉強したい、そして世界中を旅していろいろな文化を体験したいと強く思いました。もし皆さんも機会があれば、ぜひ一度クルーズ旅行をしてみてください。船内ではディナー、ショー、ダンス、そして新しい友達との出会いを楽しむことができます。新しい場所を訪れるだけでなく、船の上で過ごす時間もきっと素晴らしいものになると思います。また、日本を一周するコースもあるので、ぜひ日本旅行を楽しむための一つの方法として、クルーズ旅行も検討してみてくださいね。それでは今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。そして皆様の人生という旅も素敵なことでいっぱいになることを心から願っています。皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？日本語ポッドキャストのほのぼのです。今日はクルーズ旅行の思い出についてお話ししたいと思います。皆さんはクルーズ旅行に行ったことがありますか？それとも興味がありますか？私はお正月に人生初めてのクルーズ旅行に行ってきました。4泊5日の旅行でしたが、初めてのクルーズということでとても楽しみにしていました。この旅行では船内で様々なアクティビティを体験しました。また寄港地では新しい場所や文化に触れることができました。皆さんもこのエピソードを聞きながら自分ならどう楽しむかなと想像してみてくださいね。
私が乗った船は MSC ベリッシマというイタリアのクルーズ船です。この船はとても大きく、乗客が約5000人も乗れます。乗組員は1500人以上もいて、船内はいつも賑やかです。スタッフの方もとても親切でした。船内にはレストラン、プール、ジム、カジノ、ショッピングエリアなどいろいろな施設が整っていて、何をしようか迷ってしまうほどでした。今回のクルーズは沖縄を出発して石垣島、台湾のキールン、そして宮古島に行くコースでした。沖縄から出発する前に那覇で一泊しました。夜に居酒屋で沖縄の民謡ライブを見ました。沖縄の民謡はとても感動的で、涙が自然に出てきました。その後、船での旅行が始まりました。船内ではディナーを楽しむことができました。ディナーでは初めて会った他の家族と一緒に食事をしました。初めて会った人との食事は緊張しましたが、いろいろな話をしてとても楽しかったです。船のディナーにはドレスコードがあります。ホワイトナイトではみんなで白い服を着て食事を楽しみました。クルーズでは毎晩ドレスアップをして特別な雰囲気の中で食事をします。正直最初は面倒かなと思ったのですが、ドレスアップをしての食事はすごく楽しいことだと気づきました。またイタリアンナイトではテーブルの上に緑、赤、白のイタリアの国旗の色のナプキンが置かれ、食事中にナプキンをみんなで振り回すという楽しいイベントがありました。またクルーが歌を歌ってくれたりして会場全体が盛り上がっていました。ショーはロックやアクロバティックなパフォーマンス、ジャグリングなどいろいろなショーがありました。クルーズの夜は毎日がパーティーで夜遅くまで楽しむことができました。船のプールにも入りました。はじめは寒いかなと思ったのですが、水の中は意外と暖かかったです。でもプールから出て風に当たるととても寒く、震えながら船の中に戻りました。寒さはありましたが、それも旅の思い出として楽しめました。夜にはダンスパーティーもありました。普段の生活を忘れて何も考えずに踊るのが本当に楽しかったです。夜遅くまで踊って笑い、楽しい時間を過ごすことができました。また船には運動する場所もあります。バスケットコートやランニングマシンなどが置いてあるジムもあります。私はジムでのプログラムに参加しました。ストレッチのクラスを予約して体を動かしました。クルーズの途中、石垣島と宮古島に寄港する予定でしたが、残念ながら行けませんでした。天気が悪く波が高くて寄港できませんでした。でも船内でショーやダンスを楽しんだので時間はあっという間に過ぎました。台湾のキールンには無事に到着し、初めての台湾観光を楽しむことができました。台湾では10分や黄金の滝9分などに行きました。10分ではランタンに願い事を書いて空に飛ばしました。黄金の滝はとても綺麗でした。9分はジブリ映画千と千尋の神隠しのモデルになった場所としても有名です。階段を登りながらその美しい景色を見ました。
また台湾では餃子を食べたり、タピオカミルクティーを飲みました。どれもとても美味しかったです。台湾ではタクシーをチャーターして観光地をゆっくり回ることができました。運転手さんは日本語が話せてとても優しく親切でした。台湾の人々の温かさに触れ、また行きたいという気持ちが強くなりました。私にとって船内のもう一つの特別な体験はデジタルデトックスでした。船に Wi-Fi はあるものの料金が高くて使わなかったので、スマートフォンを触らずに過ごしました。それが意外にも心地よくて、今この瞬間に集中することができました。人と会話したり、体を動かしたりすることに意識を向けることで、より充実した時間を過ごすことができました。この時間がとても良かったです。船の中にはいろいろな国のお客さんやクルーの方が乗っていました。英語やイタリア語などいろいろな国の言葉をたくさん聞きました。今回のクルーズ旅行を通してもっといろいろな国の言葉を勉強したい、そして世界中を旅していろいろな文化を体験したいと強く思いました。もし皆さんも機会があれば、ぜひ一度クルーズ旅行をしてみてください。船内ではディナー、ショー、ダンス、そして新しい友達との出会いを楽しむことができます。新しい場所を訪れるだけでなく、船の上で過ごす時間もきっと素晴らしいものになると思います。また、日本を一周するコースもあるので、ぜひ日本旅行を楽しむための一つの方法として、クルーズ旅行も検討してみてくださいね。それでは今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。そして皆様の人生という旅も素敵なことでいっぱいになることを心から願っています。